RC と5。こんにちは、おせろです。おはようございます。今日はスペシャルゲストで、はい、お名前お願いします。松彦と申します。以前にもね、ちょっと動画で見たことはあるかもしれないんですけれども、ピカチュウおじさんでね、ちょっと今日はこの松下さん始めて3ヶ月ぐらいなんですけれども、本当に3ヶ月なんですよ。本当にどの初心者からラジコンを始めて、で今に至るっていうところですよね。今年の2024年の1月末から始めて3ヶ月経ってないか、はい、そうですぐらいね。の期間しかまだやってないっていう風なんですけれどもね、でそこで初心者の人がなぜそれを買ったのかとかね、どういう心境だったのかっていうのをちょっとね、具体的に掘り下げていきたいなっていうふうに思っています。でそこでこれから始める人に参考になればなっていう形でね、撮っていきたいなっていうふうに思っております。そうですね。ど素人の話ですけどすいません。ちょっとね、またその進む前に話をしたいなっていうふうに思ってるんですけれども松彦さん、観覧車って乗ったことありますか？はい、何回か。ありますよね、はい。やっぱりデートに行く時とかって観覧車に乗る人っていうのは結構多いと思うんですけれども、はい。僕の知り合いの話なんですけれども、はい。そいつがね、純っていう名前のやつなんです。はい。初めて女の子とデートに行って、はい。で観覧車に乗って、大体観覧車に乗る時っていうのはちょっとエッチなことをね、考え気味の人が多いのかなって。で観覧車に乗って後ろからはい。キュッてハグをしたんですよ。やっぱり女性っていうのはそういうサプライズ好きな人が多いんで、サプライズですかね。サプライズ、サプライズ。そうするとハッてなるじゃないですか。はい。そしたらギュッて抱きしめたら、その女の子がトロって言ったんですよ。で純はちょっとビビっちゃってピュッて離しちゃったんですけれども、はい。でそこでもう何もしなかったっていうふうに言ってたんで、はい。で実際帰ってきて、でその純とその他の2名がね、ちょっといろいろ相談をしてたんですよ。はい。トロって言われちゃってちょっとびっくりしちゃって、なんだろうってちょっと怖くなっちゃって、抱きしめるのやめちゃって、その違うやつにね相談したら、はい。トロサーモンって言おうとしとったんじゃねえのかみたいな、ちょっと恥ずかしくてそういうことを言ったんじゃないのかなっていうふうに言ってたんですけども、もう一人のやつは「お前純だろ?」とか言って「純トロじゃねえ?」って言って。ちょっと危ないやつだもんでやめといてよかったんじゃないかって言ってたんですけれども、でもその純君っていうのはトロって聞いて、やっぱりトロって言ったら何を想像しますか？僕はそれ聞いた時に、トトロかなと思った。あ、トトロですか。なるほど。女の子なんでね、思わずトトロって出たのかと。トトロが出ちゃった。出ちゃった。トロっていうので、要はマグロを想像しちゃったらしくて、そこはちょっと良くないのかなみたいな、っていうふうにちょっと思ったらしいんですよね。食いしん坊かな。でそれで3人で話してたんだけれども、結局回答に至らずに、結局観覧車事件として、ファイルを閉じてしまったんですけれども、その3人とも童貞だったんで、そんなもんだろうみたいな。この時間返してもらっていいですかね。返してもらっていいですかね。今までちょっと結構しっかりした話かなと思って聞いちゃったんですけど。でも要はね、本当はギュッて抱きしめられて、純くんとろけちゃうっていうのが正解なんですよ。あ、それ相手の人に聞いたんですか？いや、聞いてない。でも間違いない。僕の童貞ですけれども、経験上そういうのは間違いない。そうですか。とろけちゃう。だから結局、僕は何が言いたいかっていうと、そういう恋愛相談は童貞にするなと。楽しかった。ただ相談するときはこういう松彦さんみたいな方にね、ちゃんと相談された方がいいのかなっていうふうに。じゃあちょっと松下さんの好きな女性のタイプは、芸能人でいうと松坂慶美子ですか？違う。違う。じゃあ池田エライザでいいですかね。ああいう感じで。ボッキュンボンみたいな。そうですね。最近の方が好きですよ。勢いよくあった方ではなくて、最近の方のがなんかあんな感じが方が気になる。どこが具体的にいいんですか？コスプレが似合いそう。コスプレが似合いそう。やっぱりコスプレがいいですね。どんなコスプレしてほしいですか？だから夢なんですけど、朝は朝倉みなみで「かっちゃんおはよう」と言ってもらって、ほんで夜はうるせえやつはラムちゃんで「ダーリンいいだっちゃよ」これが夢ですね。松彦さんは結婚されて奇跡的にしてますね。いや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 、結構イケメンなんでね。いや、とんでもないです、とんでもないです。もうモテなくて大変でしたよ。本当ですか？はい。でも昔だと飲み会とか結構行ったじゃないですか。
飲み会行って、はいはい、どういうふうに女性に接したらいいのかなっていう、ちょっと必勝法を教えていただきたいなと思って。女の、ね、僕も全然なんで、まずはこう対象になるね、草食だの肉食だのなんて昔言ってましたけど、はい、その以前の問題でって笑われちゃうんで、基本的には、はい、あんたなんてみたいな、基本的にはそのままいくと。なので何が大切かっていうと、女の人がよく見てるんで、その乗り換えでこう入り口を見てるのがその大切なんだ。だから遅刻してくやつおるじゃないですかよ。います。全然ダメで、前乗りしてちゃんと追ってこう入ってくるとこから見なきゃダメですね。見て、この子いいなと思ったら、もうその日はもうその子をずっと見てる。ずっとその子をこう目で追ってこう、チャンスがあれば座ればいいんですけど、ずっとその子だけにしてると。あっち行ったりこっち行ったりしてると、イケメンはいいっすわ。そうじゃない人はそこしかないです。そうすると女の人が案外見てて、この人ずっと見てるなと、最初から最後まで、好印象しかないんで、気持ち悪いと思われたらもうそこで終わりですけど、そこをこうギリギリのところをね、このレスポンスみたいなこうギリギリのところを、ドリフトしないギリギリのところを狙っていく。いつもいると、いいと誰かが言ってました。遠い昔に誰かが言ってました。でいつもギリギリを攻めてる。恥ずかしがり屋なんでね、なかなか相手を見つめることができないんですよね。そうですか。でやっぱり見つめるだけじゃダメじゃないですか。どうやって盛り上げるんですかね。だから基本的にはこう飲み会行く前に、今みたいなね飲み会の少ない時代ではなかったので、同級生なんで分かると思いますけど、遠い昔はコンパという名のがあったので、その時はコンパ行く前に3つネタをとりあえず考えるんですよ。3つですか。3つネタ考え、大体3つ2時間なんで、大体一ところ飲むのなんて、3つ考えて、その3つの話に持っていくように話するんですよ。もうそれは完全に先方時報と後備えっていう感じでね、まさに孫子の兵法ですね。でその一発目で例えば、つかみは大切だってよく言うじゃないですか。どんな感じでつかむんですかね。その時によるの、そのネタによるので、もうその当時のことは覚えてないですけど、自虐ネタが一番いいんじゃないですかね。自慢なんて誰も聞きたくないんで。そうですね。大体自分の失敗した話とか、そういう引き出しをいっぱい持ってる方が。じゃあ例え話で一つしていただいていいですか。爆笑したネタっていう。爆笑したネタ。例えば飲み会に行きました。でドラえもんの話になりますかね。ドラえもんの話持ってくんですね。自分で話いろいろ話しなきゃいけないんですよ。ちょっとすみません、そこまで行くのはちょっとその時の流れがあるので、体調もあるし、どっちでやめるかもしれないんで、怪物くんの話でするかもしれないし。じゃあドラえもんのところまで来ましたって言ったら、ドラえもんって歌があるよねと。あります。ね。あんなこといいな、できたらいいな、ドラえもんって言うと、いや終わってるしって絶対なるんで、じゃあドラえもんの頭だしねって言って。どういうこと？いいです。すみません、失敗しました。これ滑りましたね。ドラえもんの頭でした。ドラえもんの頭でした。やらしいよねっていう話が、子供番組なのにやらしいよねってことが言いたかっただけ。それってやらしいの？あら知ってるくせに。わかんない。ドラえもんの頭がなんでやらしいの？ドラえもんの手。ドラえもんの手。ドラえもんの手まん丸じゃないですか。丸いですね。丸いですね。こんな形ですよね。ね。味方ですよ。これを見て、女の子の人が、松下さんエッチみたいな。いやもうちょっと呆れてくれてもいいんですけど、いいんですよ。それでバカだなと思ってくれれば、あいつバカだなって、それだけです。もう一個ネタはもうないです。もう次行きませんか。もう無理です。滑ったし。奥さんとの最初の出会いってどういう風だったんですか？食事会です。真面目な。食事会ですか。いやコンパ。真面目な食事会。で食事会に行って、やっぱり最初この人だっていうのはなんか電気が走った。そうですね。そうですね。この人今日はこの人だなと。でどうやってその距離感を詰めていったんですか？もうすぐ隣に座りました。積極的ですね。すぐ横に行ってそれでもずっと見てたんですか？どうかな。そうですね。見てるというか多分もう手繋いでたかな。いきなり？いきなりかな。いつ頃か忘れてました。だいぶの下でね。早いです。
ゃん。手握ったん僕ですよね、もちろん。あ、本当ですか。はい。手握って太ももも触っちゃった。そういうことまではいかない。そう言ったら多分ダメだったでしょうね。あもう分かりますよね、バカでも。もうそうすれば気があることが。手相を見てあげるとかじゃなくて、ないないない。もういきなりいきなりですね。グッと握る。そのまま握って、普通にお酒を飲んでたので。男らしいですよね。ですよね。ほらもういいですか。それでもうやめていいですか。もうよくないですか。まあそれなんで恥ずかしい。恥ずかしいですね。なんでいいじゃんいいじゃん。いやそうだったなって今思い出して、ふと。はい。もうやめていいですか。で最初どこで行きました。焼肉食べに来ました。うわすごい、いきなり焼肉。はい。ほらもうすぐですわ。なんでいきなり焼肉になったんですかね。まあお酒も美味しく飲めて、まあ要は結構酒豪系なので。今のそうですね。楽しいお酒っていう形。そうですね。はい、僕は運転手で。別にですよ。酔わしてしまえばいいとかそんなこと思ってないですよ。そういうわけじゃないですよ。そんなこと聞いてます。でも松下さんも結構飲むよね。はい、飲みますよね。飲みますけど今はあんまり飲まなくなって。飲むとどうなりますか。喋ります。どんな風に。どんな風に。陽気に。陽気に。はい。冗談とか出ちゃうみたいな。僕結構真面目なんであんまり冗談言えないかもしれない。もういいですかね。付き合ってどのぐらいで結婚を決意されたんですか。この子となるなというのは、なんとなく。それ真面目な話ですか。真面目な話。聞きたいですか、そんなの。聞きたい。おじさんですよ、僕。コンパもね、コンパじゃない、食事会ですね。真面目な食事会も。自分も本名言わなくなるし。どういうこと。別に聞く必要なくないですか、名前。でも女の子って名前呼ばれると喜ぶんじゃないですか。だからあだ名ですよ。こっちもあだ名ですわ。だから本名知らない。貞子って。貞子。よく貞子出てきましたね。聞かないんですけど、うちの奥さんの旧姓がね。はい。勉強になります。旧姓がまあ旧姓だとして、それが分かったんですよ。聞いてないのにこの子なんか名字これっぽいなと。竹下っぽいなみたいな。でその焼肉ね食べに行った後に送ってきますよね、家まで。で家のね表札見たら当たってたんですよ。竹下だったって。それを見てね、これはなんかあるかなっていうのはあったですけどね。運命ですね。表札が運命でしたね。それで結婚に至ったということなんですね。あれがなかったらないですね。はい。でもやっぱりそういうのは大切。やっぱり愛の勢いっていうかそういうのがないとなかなか結婚なんか僕はできないって正直思うんですよ。そうですね。勢いもいるんじゃないですかね。気づいたらっていう、気づいたら引っ越してるみたいな感じですね。もう今ではね、ラブラブで。そうですね。奥さんには何て呼ばれてるんですか。松って呼ばれてます。松って。はい。だから結局本人も本名何って。なんか焼肉の時も聞いてないですからね。その後ぐらいですもんね。そのところで本名何ってそういう会話2人はありましたから。でも焼肉の時にだいぶ燃え上がっちゃったんですよね。焼肉の時は手を握りました。いやもう対面なんで、多分握ってないかな。足でツンツンやったとか。そういうのもないですね。紳士ですから僕。ちなみに結婚して良かったことっていうのは多分ここ重要だと思うんですよね。多分いろいろあると思うんですよ。いろいろありますね。例えば結婚してこういうふうに成長できたとかそういう。結婚してそうですね。我慢じゃないな、合わせるじゃないな、尊重することを覚えました。なるほど。相手を認め合うっていう。そうですね。素晴らしい。はい。もっといいことありますけどね。それは皆さんが確認してください。結婚してね。結婚してって。さすが。はい。恋愛マスター松下の。恥ずかしい限りお恥ずかしいおっさんの話ですいません。ということでね、じゃあ本題の方に行きたいと思うんですけれども、ラジコンを始めたきっかけというのからまずお伺いしていいですか。もともと車好きな子ってこういうこと好きじゃないですか。多いですね。プラモデルもともと好きだったんで、プラモデルはずっとやってた。ただね、やっぱりお金もかかることですし、ここら辺にいつも気になって、検索的なものはしてるのはあったので、気にはなってた時に、YouTube でね、NHK ですよね多分あれはね、ラリーカーのその画像がありまして、で皆さん乗ってるわけですよ、楽しそうに。でその車が僕の中でそのラジコンっていうのは基本的にもう今の時代日本製とかそういうんじゃなくて、もうハイスピードの世界しかないという勘違いをしていたので、コミカルなね、全くただ持っ
持ってるだけじゃないんですけど、コミカルなちょっと異質のものがあったとしてもとにかく速いっていうのしかないと思ったら、それ見たらモーターはついてるね、タミヤですし、速くなくて、速さを求める改造をしてるんじゃなくて、そのリアルな本当に車みたいな動きをするような改造をされてる方が出てて、それをねよく見るようになったんですよ。それでいいなと。でもそれだったらそんなにねお金もっていうか手軽というか思ったよりはやれるなと、やれるかもしれんなということで、それはね去年の秋ぐらいにはいいなと思ってやってみようかなと思ってたんですけど、本格的に買って作ってっていうのは今年になってからと。でそのラリーは最初見てるんですよね、ダートの走ってる部分。だんだんやっぱ検索してるとこのおすすめがやっぱり YouTube 来るじゃないですか。それにドリフトのその車たちもみんなこうリアルで、っていうかもうものすごく綺麗なね。でスピードも速くないし、もうそもそもがそんなのがあるんだっていうのは知らなかったんで、けど本格的にこんなにすごいんだなっていうのを初めて見たので、それで興味が出てやってみようかなと、で始めたわけですよ。まずボディから作ったんですけどね、もちろん。でその最初に作られたボディがこちら。そうですね。サバンナ。結構上手なんですよね。あとでじゃあそのちょっとやってみようかなっていうきっかけで、それからどうされました？まず物を買わなきゃいけないですよね。で物を買うのに、僕らの世代は僕本当に40年ぶりにラジコン自体を、40年前もやってたっていうか、やったことがあるぐらいのレベルです。グラスホッパーが出た時に買った世代なので、本当にそれ以来で、もう知ってるメーカーはタミヤしかないので、タミヤ買いまして、そしたらそのままじゃなんかネットでね見てると、それじゃドリフトできないと。だけどタミヤをドリフトできるように改造するのがあるよ、もう買いますよね、で作るんですよ。最初は TT01 を買われたのかな。最初これもまた難しくて TT02 を買ったんですけど、TT02 はとりあえずラジコンをやってみようと、触ったこともない。こういうねプロップ初めてなんですよ。昔僕らこれだったんで、広坂正美仕様でね、スティックですね。なので買ってみようと。ファインスペックですよ。初心者用のエントリーモデルです。それ買って、それをレーシングトラック買って、レーシングトラック買えば遅くても怒られるんだろうと。でレーシングトラック作ってコース走って、ちょっとだけ誰もいない時にコース、外に無料のコースとかトヨタにあるので、あそこ行って走って、よしと、じゃあ次は走ろうと。で改造するのにそうですね、 TT01 から改造して、コンバージョンキットですね、組んででやろうと。そこからですね。なるほど。でこちらに来られたっていう感じ。今作りましたよと。でまず家の中でドリフトしてるような気がするみたいな感じで、今度外行く。外行ったらね、どこ飛んでくか分かんないような車なんですよ。もう一回動画見るじゃないですか。見てやっぱりコースでドリフト、結局コースでドリフトをやりたいから始めてるわけなんで、公園でやろうっていう気ではなかったので、やっぱコース行って練習した方がいいんじゃないかと。そうすると皆さんの来られてる車も見れるし、そうするとなんか参考になるかなと思って、でこの東郷さんのね、YouTube も出てくるわけですよ、コースと。東郷さんの YouTube 見たらコースだけではなくてあそこの練習するところあります。あるじゃないですか。あれがあるんで大丈夫だなと。だからコースを走るつもりはなく、そこだけしてで走ってるのをちょっと見せてもらえばわざわざそれでいいかなと思って、ここに来たわけですよね。使い方も YouTube で見てきましたよ。来たんですけど、火曜日に誰もいないですね。入ってって練習のとこ行って、回らないし飛んでくし、って結局コースその時走ってないですね。走ったけどそうびっくりしたというか、もうどうもならなくて、困ったぞと、えらいことになったけど、もう今日はこう折ってもしょうがないと、どうもならん、帰ろうっつって帰って心は折れたんですね。それが初日です。で2回目は次の週の月曜日に来たわけ。月曜日にいましたね。月曜日人結構いますからね。で店長もいました。ドクター三浦さんもいました。で車見てもらいました。なんじゃこやと。そこからですね始まります。そこから始まりましたね。僕が見たのが最初です。あの時ね見せていただいて、
いろいろね多分ネットの情報とかああいうので多分仕上げてきたんですよ。そうです。それしかないんでね。まあ、うまく走らなくてでうまく走らせるためにマスダンパーをつけてきたんですよっていうふうにでやっぱりこのマスダンパーですかみたいなこといろいろすごいマスダンパーについてすごい語ってたんですよ。そこじゃないですまずいらないものを取りましょうマスダン一応説明書通りには組んだって言ってたんですけれども最初ね、で結局走んないからいろいろいじりたくて、そう触るんですよ、はい。でもうアライメントもくしゃくしゃだったんでいっぺん全部バラしますかって言ってでバラバラにバラしてもらってこれはこの長さにして、はい、全部ノギス使ってまさかラジコン作るのノギスると思ってないんで。ノギスはね重要。松下さんが夜奥さんとね、使うだけじゃないんですよノギスっていうのは松素敵みたいな奥さん見てないといいなこれ見たい大丈夫でまあそれでねいろいろ少しずつねそこで、初日で直して、でその後も、ちょっと走るようになったんですよね。そうなん初めてそれで走ったらコースがね走れるんですよ、もちろんそこにぶつけるんですけど、そうではなくて走るんですよね。前に出なかったんでもともと作った時前に出ないからもうね横に飛んでくんっていうイメージが多い、だからとてもだったのがちゃんとね前走るようになって、やっぱ違うんだなっていう風なんですよ。それですね2日目は、2回目はサーキットに来るとノウハウっていうのは皆さんあるので、来てもらうと話は早いですね。本当にそうでしたね。でそれでそういう風になっててで僕が言ったのはある程度走れるようになってちょっとひたすら練習してくれっていう風に言いましたもんね。常に僕はそういうことばっかり言ってるんですけれども、それから毎週来てますね。ありがとうございます。正直な話もう今ちょっと後でマシン見てもらうんですけれども、ひたすら口を酸っぱいぐらいに練習しろって言ってでうまく少し走れるようになったらもう前走ってくれってずっと言ってるんですけれども、それが一番うまくなる秘訣なんですよね。結構少しうまくなってくると物ばっか買っちゃって変わって良くなりましたっていう人はいるんですけれども、腕が伴ってないんで何が良くなっているのかっていうのはそこまでちょっとわからないっていうのがあるんで、でそれを分かってもらうために今松下さんにはひたすら走ってもらってるっていう、走ってます、走ってます、本当に走ってます、だからめきめき上昇してるんですよね。ありがとうございます、最初はねどうなるかって思うでしょうね。で今に至るっていう風でね、でちょっとねこれからね何を買ったのかっていうのをちょっと見せていただきたいと思いますので、まず最初にこういう風でねこの雑誌を買われたということで、それでですね、この辺りなんてタミヤがついてないんで、しまったと、失敗したと。ラジコンといえばタミヤみたいな、そう、まさか、そういうもんだと思ってなくて、今はわかるんですけど、書いてあって書いてあるものでも見てもなんだか全然わかんないんですよ。で唯一分かったのがこのボディたちは綺麗だなとは思ったんですけど、分かったのがプロポこれ、エントリークラスと、この中で、見てくださいこれこんな安い、でおまけにオプションナンバーですね。ジャイロが内蔵。そこに惹かれたんですか？そうですね。基本的にジャイロがいるっていうのは分かってるけど、どんなのがいいのか分からないと、選べないと。で予算もあるっていうので。予算もあるし、これ入ってると。安いし、ジャイロ。でドリフトユーザーにとっても利便性の高いと。なるほど。来たってなったわけですよ。もう買いますわね。速攻ですわ。こちらですよね。速攻ですわもう。これですね。これですわ。最初僕これ見てたらそのエイリアンみたいなプロは何ですかって言いましたもんね。これ。でも最初はこういう形で僕はいいと思いますね。で、そうなると他のメーカー揃えますよね。ちょっと違うものはありますけど、こうするとこのサーボね、何かあっちゃいかんと。これは揃えないかんだろうと。揃えれば多分いいんじゃないかと。でオプションナンバーのサーボを買ったの買いましたよ。完璧ですよねもう。これ今ついてるのはファインスペックのタミヤのやつですけど、で買ったんですよ。すごいね、これ6チャンネルぐらいまである。そうなんですこれね、いいでしょこれ。いいと買い物しちゃったなとカーッつって。この使われてないね4チャンネル以降っていうのは何に使うんでしょうね今後ね。奥さんバッテリーも長く持つようにこれ買ったんですね。4000ね。とりあえず評判いいこのニッケル水素よく売れてますよとアマゾンで。なるほど。4000あれは結構ね楽勝だと思うんでね。
これのおかげで練習できたは練習できましたね。そうですよね。長く持つんで。はい。でこれがね、先ほど言ってたボディ。ボディ上手ですね。ウェザリングとかね。プラモデルやってたんでね、こっちはまだ多少ね、何やったらいいかっていうのが。すごいすごい。その後ね、何したらまずこのですね、このプロポとサーボと、を変えたんですよ。ついてるんですね。ね、これポルシェね、かっこいいですよね。はい、これも作られたっていうこれね、ポルシェで、この皆さんのおすすめ、うちの師匠の柳さんおすすめ、これとジャイロもこの別でこれで買いまして、イーグルの V4 ですね。はい。これめちゃくちゃ安くていいんですよね。そうなんですよ。それを言って教えていただいて変えて、まずでプロポこれですよね。4PM に変えた。そう変えた。はい。それに変えた時どうでした？その時まだねのモーターもノーマルで、これですよ。本当にタミヤのこの一周なんですけど、ドリフトが流れるように続くようになったんですよね。それまでは練習をいくらしてもなんていうんですかね、ドリフトというか滑ってるというか、一瞬食っていうので一生懸命やってただけで、こうスーって流れるっていう動きは全くなかったんですけど、それに変えたらそういう動きが出てきて、ああ本当だわと。本当に機械変えないとダメなんだなっていうのが、ダメージではないんだけど、やっぱり話が早いよとですね。そうなりましたね。ちょっとびっくりするぐらい良くなったんですね。なるほど。でその次にそのまままた1ヶ月ぐらいそれで練習したんですよね、ずっと。でその次はまたこのおすすめのモーター 13.5、はい、13.5でそれに合わせるアンプ、はい、これ G フォースさんね、はい、LC のアンプ、はい。でこれがリポのバッテリーを入れて、でまたそれで乗ってたら、さらにやっぱり良くなって、続けれるようになって、なかなか走れるようになったんですね。でそれでまたちょっと練習しまして、ちょっとこれバネ違うの入ってるんですけど、最初これ後ろのバネでこのバネだけこれ使ってバネだけ再使用してるんですけどね、これ前は純正ですわ、このバネを入れて、で走ってたんですよ。でこれがですね、実はこれだけ入れた時に、このモーターとかを入れる前に、このジャイロとかこれを買った時に、うちの師匠の柳さんが僕の持ってるものの中で急遽作った締まりで、これじゃダメだなと、いろいろ皆さんお世話になってるんですけど、そのサスに乗った時にあんまり分かんないんですけど、これすごい乗りやすくなったって分かったんですよね。でそれがこのサスだったんですよね。で今回全部これを入れた後にまたちょっと乗りまして、このサスだけは一番最後につい最近入れたんですけど、そうですね。これ店長おすすめだったんで、最初から結局こうなるよみたいな感じだったんで、だけどこのまずフィーリングはもうこの時作ってもらったままに近いままにして完成ということで、今やってますね。実際ブラシレスとか入れてどうでした？なんかどうなったとか。乗りやすいですよ。なんて言ったらいいんだろうな。ピーキーじゃないっていうんですか。はい。ピーキーかピーキーじゃないかもわからないんですけど。滑らかなところが増えた。そうですね。はい。あとね、曲がってくんですよね、勝手にねっていう感じですね。勝手に曲がってくじゃないな。なんて言ったらいいんだろうな。要は多分そのニュアンスっていうのは、最初の方っていうのはハンドルをこじって曲げてるっていうイメージなんだけども。勝手に曲がってるっていうのは多分アクセルワークで曲げることができるようになってきてるっていう。そうなんですかね。そうなんですね。それぐらいしかわからないんですが、劇的に違うのは確かだと。はい。で今練習されてる。はい、そうですね。またさらに一応まだみんなと連なっては走れないので、レベル的には全く。もうちょいぐらい。もうちょっとやらない。もうちょいここからが長いかもしれませんが、一応目標としては次の目標としては、連なって走れるといいなと。きっと楽しいだろうなと。楽しいと思います。みんなそれがやりたいと思うんですね。そうですね。それが目標ですね。はい。じゃあ最後それが目標ということですね。はい。とりあえず今のところはい。そんな感じですね。はい。ありがとうございました。いえいえ。なんか言いたいことある？なんか言いたいことですか？伝えたいこと。伝えたいことですか？そうですね。コースに来た方のが走りやすい、いろんなことを含めてと思います。設備もそうですけど、
人もそうですけど、はい、お世話してくれる方とかもそうですけど、はい、大変いつもありがたいと思っておりますが、走りやすいんで東郷さんもね、僕東郷さんしか来たことないですけど、まあ来て一緒に走れたらまたテンション上がるんじゃないかと、そうした方がいいんじゃないかと、はい、僕は来てよかったと思ってますので、はい、今後ともねよろしくお願いします。あとね、東郷に来て松下さんを見ると、松下さん大体月火が結構多いんですけれども、来るとね、どうやって女性を落とすかっていうアドバイスももらえるんでね。奥さん見てないといいな。奥さん見てないと。見てないでしょ。女の人で後悔してるな。ラジオチャンネル見る人なんかいないですね。はい。はい、じゃあありがとうございます。はい、ありがとうございました。どうも。はい。